はてさて、一体どのような無理難題を押し付けられますのやら。ミク様もいきなりそんなとんでもないことは言ってこないと思いたいですけど。なら良いのですがな。ご主人様まで。ではコナミ殿は何か良い流れの予感でも？自分はご主人様のご命令に従うだけですから。ですね。お待ちしておりました、健介さん。遅いわよ、健介。最後に来ておいてよく言うわ。では、春日山城奪還に向けての軍議を始めます。まず、春日山を落とした実行犯とその協力者についてですが、謀反は春影様を担ぎ、ご一門筆頭長尾正景様、黒川城主黒川清実などの阿賀北州を中心に実行された模様です。何か？はあ。関係者と経緯については以上です。この短期間でここまで調べられたんすね。アキコさんすごいっす。ありがとう。でも今までのことしか調べられなくて、春日山の現状やショーの動きについては間に合わなかったの。軒猿の質も落ちたものね。御大将がガトを追放したから。うっさいわよ。うさんくさいやつは何してもいいの。うさんくさいんだから。うさんくさいやつは何をしてもいいなどと言われておりますぞ。その時は健介殿を巻き添えにするのでご安心を。まあ私たちも反対はしませんでしたけど、諜報活動の質の低下は戦の勝敗に直結しますから。で、次は何を調べるんすか？春日山の現状と周囲の豪族の動きを同時進行で確かめておきたいところですが。すればいいじゃない。したいのは山々ですけれど、残念ながら手が足りません。だって。だろうな、じゃないわよ。あんたに振ってるんだから何か言いなさいよ。健介隊は絡めて専門の部隊なんでしょ。情報とか得意って言ったじゃない。だから情報を集めてきてって言ったでしょ。それともこんなことまでできないっていうの？
そうね。なら健介は春日山城下の様子と城攻めで必要な城内の情報を集めてちょうだい。周囲の豪族周りはこちらでやるわ。それでいい？あなたの判断でやればいいわよ。どうするの？いきなり春日山に迫るのはさすがに無理です。まずは兵を集めて向こうを威圧しつつ、各地の豪族を再び味方に引き込む流れになるかと。あと、クー様とアイナはどうするっす？問題はそこ。人質として盾にされたら、こちらは動きが取れなくなりますからね。本格的に先端を開く前に何とかするしかないわね。絡めて専門なんだからできるでしょ。絡めて専門なのに？へえ。基本的なことはちゃんと考えてるのね。ただのズボラ者かと思ってたけど。まあ、あながち間違いではありませんが、最近は少し頼りがいが出てきたというか。すぐに調子に乗るのが玉に傷ですが。褒められたら突き上がるの間違いでは？とにかく健介隊は春日山城付近の偵察に参ります。それから具体的にどうするかを相談しましょう。それが常道でしょうな。さあ、もう少ししたらここも引き払うつもりだし。絡めて専門だからどうにでもなるんじゃないの？は、用意しております。何これ？何それ、超便利じゃないっすか！健介隊はこのようなものを。普通にすごい。ある程度の距離って？そう。外とつながりをつけるのには使ってないのね。けどこんなものこっちに渡してよかったの？それこそ健介隊の非中の日でしょ。そう。これで恩を売る気になったわけじゃないのね。なら何よりね。良い報告、楽しみにしてるわよ。
ご苦労であったな、主様。おかえりなさい。ミック様たちとの軍議、どうなりましたか？先行じゃと？先陣か？町の様子と春日山城の備え、陣ぶれ、備蓄の量についてなどを調べ、ミク様に報告します。その後は越後州の動きに合わせて動く。で、済めばよいのですが。どういうことだそりゃ。情報集めて終わりじゃねえのか？春日山の人質救出に健介隊が出張らなければならない可能性が出てきました。救出って春日山城に囚われているって人たちのことです？健介隊は城に入って人をさらうようなことまでさせられるのですか？ええ、まあそんな無茶な。ですが、城に入らずにさらったことはございますよね。あと、城に入っただけのことはちょくちょく。さらに言えば、城に入った後にさらったことも。運命ですわ。運命だったのですわ。運命ですもの。でも、公方様を助けに二条館に乱入したこともあるよね。なんだかその話を聞いていると、出張って当然のように思えてきました。やれやれ。梅の話ではないが、もはや運命か。もともと野党まがいに女子の心を絡め取る達人でいらっしゃいますからな。ああ、なるほど。なら、当面は今まで通りに出陣の準備ですか？マリはどうすればいいの？何？余はまた留守番なのか？なんじゃと？なんじゃとではありません。どうして健介殿が即答なさったか、胸に手を当ててよくお考えください。胸に手を当てたくらいで思い当たるなら、聞いたりなどせんわ。主様に触られたら思い出すかもしれんがな。それに健介、世の趣味忘れたか？さよう。公方様のお楽しみは町人の格好をして情報集めではなく、ごろつきに喧嘩を売ることではありませんか。しっけえな。売ってなどおらん。そうなんですか？ただで巻くだけじゃ。主様。あれはどう見ても押し売りだったってお兄ちゃんが言ってますよ。カラスさん、全力で否定してらっしゃいますわね。主様にそう言われては嫌とは言えん。では、実動隊はどうします？私ですか？
俺は行かねえぞ。そういうちまちましたことは他の奴らに頼め。そういうの多分きっと絶対に知らないけど。だそうですけど、どうしましょう。ですが、アヤナ様、このような汚れ仕事、本田家の方がなさるようなことでは。にゃ、これって汚れ仕事なのです。圭介様。だったらアヤナもやってみたいのです。アヤナ様。は、申し訳ありません。はい。で、アヤナはどうなのですか？だったらわかったです。ケンスケ、マリも行きたいの。マリも勉強したいの。お城はマリも取り戻さなきゃいけないの。健介様。主様。マリ、健介の言うこともコロやコナミちゃんの言うこともちゃんと聞くの。何かあったら健介も守るの。だからその時にマリがどう動いたらいいかちゃんとお勉強するの。だったらいいでしょ。わかりました。お預かりします。皆までおっしゃらなくても承知しておりますわ。そういうことです。あとは万事お任せを。スズメたちに任しといて。健介と一緒がいいの。羨ましいですわ、マリさん。
当たり前ですわ。素敵な殿方のそばに寄り添う夢に年は関係ありませんもの。白馬？いえ、私は連前足毛のたくましい馬の方が好みですけれど。ですわ。武人としては戦場で手柄をあげて主から名のある馬を賜ることは最高の誉れですもの。私も六角にいた頃はいつかはクオン様にお仕えして手柄をあげて名馬の一頭も賜れればなどと夢見ていましたわ。ハニーはそのようなことを気にしなくても構いませんわ。もっと素敵なものをたくさんいただいていますもの。申し訳ありません、健介様。殿さんのことです。そうですね。殿はきっと遥か未来の日の本を考えて行動されているのでしょう。きっとそうですね、健介様。そうですね。健介様もありがとうございます。今は目の前のことこそ重要ですから。集中します。なんじゃ、主様。私もちょうどそのことをカズハ様にお聞きしようと。ならアヤナも聞いとかないとね。お勉強ですか？わかったの。ご主人様。いえ、進路上に春日山の草は見受けられません。そちらは問題ないのですが、自分はこのまま春日山まで先行して城下に拠点を作っておこうと思います。お許しいただけますか？それはお守り袋を通じてこちらにも聞こえてまいります。お気になさらずに。はっ。
かしこまりました。承知。コナミさんですか？さすがコナミさんですね。助かります。主様、もう良いか？まあ実のところどこにでもあるつまらんお家騒動なのじゃがな。もともと越後は上野に本拠地を置く関東管領山内上杉氏が外戚の越後長尾氏を守護代に命じて治めておった。ここまでは良いか？じゃがその関東管領の山内上杉氏は相模の北条や武田から散々に攻められての高宗駿の三国同盟の影響もあって上野の大半を失い越後長尾に頼る羽目になった。慣例が守護代に助けられるようじゃおしまいです。まったくじゃ。その後の山内上杉は越後では飾り物での貴人として持ち上げられてはおるが実際の権力は相も変わらず守護代の越後長尾が握っておる。まさに下克上ですな。さよう。でここからが本題じゃ。慣例を床の間に据えて実権を握った長尾家じゃが当時家督を継いだのは三九の姉の春影でのこやつが少々使えんかった。もともと耕せる土地も少なく荒武者揃いの越後だ。使えん春影では豪族どもを抑えきれず来る日も来る日も戦の日々であった。ミノと同じ状態だったわけですね。じゃから別に珍しくもない話と言うたろ。コロの言う通り美濃では久遠が勝ち越後では三九が勝った。ただ一つ違っておったのは美濃では時の残党は残らず放逐されたが越後には春影派の勢力がまだまだ残っておるということじゃ。三九の守護代就任は世も認めるところであるから正当性はすでに三九にあるが、まあ今の将軍も床の間の飾り物と変わらんからな。まあ山内上杉は世の外戚であるからな。押されたら嫌とは言えん。とはいえ無力な幕府としてはたとえ遠方でも有力者に媚びを売る必要がありましたからな。積極的に三九殿を応援したのは間違いございませぬよ。まあ少々意気投合した部分はあるが三日三晩二人で遊び歩いていたくせによくおっしゃる。ブライカンどもをのして金を巻き上げておった。幕府の財布を潤すためじゃ。あの時の怖い人が長尾影虎さんだったんですね。なんです。スズメは面識があったんですの？あったといえばあったのかな。スズメたちはユウさんの依頼で影から公方様の護衛をしてましたから遠目に見たことあるんですよ。ね、お姉ちゃん。
その時の給金も奴らをのした銭から出ておる。そうだったんですか。まあお金には変わりないからもらえるなら何でもいいですけど。でもあの時ってブライカンどもっていうか普通に三好勢に喧嘩売ってましたよね。何がしですか。まったく、道理で長尾殿が来た後、三好松永勢から難癖つけられると思った。案ずるな。過ぎたことだ。それを言うのはそれがしです。健介殿も人事のような目で見ないでいただきたいものですな。どこにでもあるお家騒動。ただし少しばかり規模が大きなといったところでしょうね。もう着いたの？もう起きてるの。ご主人様。はい、先触れの小夜叉様と雫様から目的地の調査が終わったと連絡が。長尾方の情報通り人もおらず少々荒れておりますが、健介隊の駐留も問題ないだろうとのことです。は、お任せください。もうすぐ春日山に入ります。ご主人様はいつ頃こちらに？承知いたしました。は。好みですか？ああ、お二人を見ないと思ったら。ではこのまま進めば夕方には着きますね。そうですね。地図も補給もしていただいていますし。ミク殿は反対だったようですが、アキコさんがそれでは私たちの仕事がしづらいだろうと用意してくださったのです。単純に気が利く人で済ませて良いものかどうか、我ら健介隊が仕事に失敗した時に言い訳しそうな事柄を全て潰していってるようにも見受けられますし。補給も完璧。早碁はさすがに無理でしたけど、言ってた玉薬はそれなりに融通してくださいましたし、軍資金や兵糧などもかなり余裕を持って調達してくれました。それに地図の他にも町内の有力者、協力者への紹介状など至れり尽くせりですから。ということは、万が一お役目に失敗した時は無能な野良犬でしたと土下座して謝るしかないということですな。健介殿が。
そういうことです。おとなしい顔をして、なかなか厳しい方のようですね。でもアキコ、おっぱい大きいの。マリもあんな風になれるかな。マリオ、主様のことを考えるなら、あまり大きすぎるのも考えものであるぞ。そうなの？ケンスケ。なんじゃその呪文は。いやらしいことしか想像できませんが。やれやれ。うまくまとめましたね。あれはまとまっておるというかのう。